はい、皆さんこんにちは、ミニッツ開発リーダーの岩崎です。今日はですね、ちょっとユーザー相談室などにも問い合わせが、少しずつ、増えてきているというか何件かあるんですけれども、ミニッツ 4x4 ですね、皆さんご存知かもしれませんけれども、今出ている2車種、トヨタのフォーランナーとスズキのジムニーシエラー、実はですね2台、ホイールベースが異なります。で、110ミリと120ミリというホイールベースの違いがあるんですが、もともと通常のですねミニッツレーサーみたいにですねホイールベース、可変式ではあるんですけど、そんなに組み替えてまでっていうのをこちらは想定してなかったんですけれども、なかなかジムニーがですね、市場から姿を消してまして、ジムニー買いたいんだけどないみたいな、フォーランナーからジムニーに組み替えたいみたいな問い合わせがですね、ちょこちょこありますんで、ちょっとそのホイールベースを変更して、組み替えたいという方のためにですね、ちょっとその時に必要になるものと、実際どこがどういうふうに違って10ミリのホイールベースの差があるのかっていうのをちょっとご紹介したいなと思います。ここにですね、2台のシャシーが、フォーランナーのシャシーとジムニーのシャシー、持ってきてますが、ちょっとオプション等ついちゃってますけれども、まずですね、その10ミリの差というのは、こう並べてもらうと、タイヤの大きさ違うんでちょっと見づらいかもしれないんですけど、このアクスルのここですね、ここの距離で見てもらうと分かるんですけど、これぐらい差があります。で、このリンクのちょうど今これオプションがついてるんで分かりやすいんですけど、この赤いパーツですね、この赤いアルミのロッドの長さも、異なります。でですね、10ミリの差っていうのは、フロント部分ですね、このギアボックスからこの部分のここのフロントセクションで2ミリ、リアセクションで8ミリ、延長してます。で、その延長に伴う、パーツの変更などが必要なので、ちょっとご紹介したいかなと思います。そこで、ちょっと必要になるのがですね、この取説なんですね。4x4 の取説の、こちらの、T02 という方ですね。初期型をご購入されたお客さんはですね、ちょっとここ T01 という、取説だと思うんですけれども、T02 の取説がですね、ホームページのサポートページ、の取説ダウンロードのページのところからですね、ダウンロードできますので、ぜひちょっとその T02 という方をダウンロードしていただいて、この38、39ページ、こちらをちょっとご覧いただきながら、ですね、ここにですね、このように、まずちょっとじゃあこちらからいきましょうか。ホイールベース110の方ですね。このリンクロッドの長さがそれぞれ書いてあります。このボールエンドのこのところの距離ですね。で、120ミリの方にもそれぞれ書いています。長さが違いますよね。なので、このロッドをまず変更する必要があります。そしてそこを、見ていただくと、ちょうどここですね、ここに書いてあります。110ミリの時は、この35ミリという長さのロッドをフロントに使います。リアには27ミリのロッドを使うという指示になっています。で、この元々の長さのロッドを使った上で、ここをこの長さに調整するということですね。で、120ミリの方は、それぞれ、フロントは同じく35ミリ、同じですね、フォーランナーの時と。ただ、リアにもですね、先ほどフォーランナーは27ミリの短いのを使ってたんですけれども、リアにも35ミリの長いのが必要になります。で、ここにこの MX017 と書いてある通りですね、こちらのこのタイロッドセット、こちらが必要になります。こちらにはですね、フォーランナーとジムニーどちらにも使えるように、27ミリのロッドと35ミリのロッドがセットになっているので、これを一つ買っていただきますと、フォーランナーからジムニー、またジムニーからフォーランナーへの組み替えにも必要になるロッドが入っています。次ですね、またちょっと110
ミリの方に戻っていただいて、先ほどフロントセクションで2ミリ、リアセクションで8ミリ延長していると言いましたけれども、ここにですね、アッパーですね、アッパーロットのここの部分にスペーサーが入ってます。で、このスペーサーがフォーランナーの短い方は2ミリで、リアにはスペーサーが入ってないんですね、ここに。なので、0ミリということです。で、先ほど言いましたように、フロントで2ミリ延長、リアで8ミリ延長ということで、ホイールベース120の方に行くと、ここがですね、4ミリになってます。先ほどの2ミリからプラス2ミリされて、4ミリのスペーサーが必要になります。で、もともとここに入ってなかったところに8ミリのスペーサーを入れます。で、先ほどのロットと一緒ですが、ここに MX007 とあります。で、こちらがですね、その MX007 というもので、こちらには、先ほどと同じように、フォーランナーに使っている2ミリ、ジムニーに必要になる4ミリと8ミリ、すべてのパーツが入っています。でですね、延長した分、この部分の後ろですね、後ろのネジの長さが変わります。8ミリも延長しているので、もともと12ミリを使ってたビスの18ミリに変えます。そのビスもこの中に入っています。なので、先ほどのこの MX017 と、MX007 の2つのパーツをご購入いただくことで、ホイールベースの変更というのが可能になります。あとはですね、ちょっとなかなかこう見ていただくと、ちょうどこれオプションがついているんで分かりやすいんですけれども、ここの部分ですね、ちょっと見えますかね。ここの部分にこの赤色がついているスペーサーがそれぞれあります。これがノーマルは黒い樹脂のパーツなんですけど、これが今4ミリで後ろが8ミリがついています。で、こちらが短い方なんですが、先ほどのより短いですよね。フロントに2ミリでリアには入ってないですよね。ここで長さが変わっています。そして、ちょっとあとはですね、このロットを、それぞれのこのロットをですね、長さを取説に従って組んでいただければいいんですが、それだけではちょっと終わらなくてですね、ちょっとこの取説だとさらっと絵が違うんで分かりづらいんですけど、実はこのリアのダンパーステーですね、こちらも、この三角の方向が実は違うんですね。ダンパーの角度をですね、適正化するために、ダンパーステーを実はこのように左右を入れ替えるという作業が必要になります。ちょっとこれ内側からビスが止まってるんで、一回この基板が入っているボックスをちょっとずらしてもらうかしないと内側からビス緩められないんですけれども、この左右のダンパーステーをそっくりそのまま右にあったものを左にあったものを左にあったものを右にですね、左右を入れ替えるという作業が必要になります。これを合わせていただくことで、ホイールベースを延長して、で、延長したダンパーステーをですね、延長に伴って、こうオフセットしてたのを適正化する意味で、リアのダンパーステーの左右を入れ替えます。最後に、こちらのこのボディマウントというんですかね、このプレートですね、このプレートも実は、前後にちょっと距離が異なってまして、取り付けビスの位置からですね、このボディのマウントの穴位置がちょっとオフセットしているのが見れると思うんですけれども、こちらもですね、先ほどのダンパーステーと一緒で左右を入れ替えていただきます。これをやらないとですね、装着できるんだけどどうもボディのホイールアーチとタイヤが合わないという事態になりますので、ご注意いただきたいかなと思います。ちょっとここの取説だとさらっと絵が変わってるので分かりづらいんですけども、このボディマウントとダンパーステーは左右を入れ替えてください。これはですね、もともとジムニーだったものをフォーランナーにする場合もそうですし、フォーランナーだったものをジムニーにする場合も、標準状態からは左右を入れ替えて装着してください。こうすることによって、それぞれのですね、ホイールベースを
110から120、120から110に変更することができます。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとですね、通常のミニッツレーサー等に比べると結構面倒なので、必要なパーツっていうのはそんなに多くないんですけれども、なかなかですね、このアッパーロットなんかを外すのは、めんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、コツがつかめればですね、そんなに難しくはないんですけども、ちょっとコツを伝授いたしますと、まずどうせ左右を入れ替えてしまうので、このボディマウントは左右取っちゃいましょう。そしてですね、このアッパーロットを止めてるここのビスですね、ちょっとここですね、ちょうどこの横からギアボックスに、アッパーロットの根元が、1箇所と、左右からこういうふうに止まってますけど、このネジを取るとちょうどこのアッパーロットはフリーになるので、リンクロットはどのみち組み直すので外しちゃいますけど、これを外した後アッパーロットをですね、ここのビスを緩めて止めると、ギアボックスはフレームから下ろさなくてもできます。ちょっとその辺はですね、やりやすいように、自分でどちらがいいか、あれなんですけども、もうめんどくさいよという人はもう全体的に、右側のフレームを外しちゃってギアボックスごと落としちゃってもいいですし、その辺は、やりやすい方でやってみてください。はい。ちょっと今回のポイントとしては、この2個のパーツをまず最初に揃えること。そして、ボリューム 2T02 の取説の38ページと39ページを参考にして、4本のリンクロッドの前後の長さを合わせること。そして、最後に言いましたけども、ボディマウントとダンパーステーの左右を入れ替えること。以上になります。ちょっとですね、多少面倒くさい感はあるんですけれども、これでホイールベースの変更はできますので、フォーランナーからジムニーにしたい方などはやってみてはいかがでしょうか。ちょっとジムニーにする場合はですね、ボディセットは当然いるんですけども、ボディセットにタイヤは入らないので、ジムニーにする場合、逆もそうなんですけど、タイヤホイールは別に必要になってしまいますけれども、組み替え作業自体は今の手順でやっていただければ組み替えは可能です。はい、ただですね、どうしても面倒くさいけどジムニーが欲しいという方はですね、ちょっと次のジムニーの入荷を待っていただいて、もう1台ご購入いただければと思います。はい、こんな感じですね。ちょっと問い合わせ多くありました、4x4 のホイールベースの変更をご紹介いたしました。